こんにちは、マスクドモデラーです。今回はご依頼品のガレージキット FGO ジャンヌ・ダルク・オルタの制作過程の中から仮組みの工程を分かりやすく徹底解説していきます。先に完成状態をお見せしながら自己紹介です。マスクドモデラーは年間約40体のガレージキットをお客様に代わって塗装組み立てを行う制作代行を生りとしています。今回の作品も実際にお客様からお預かりした制作代行品ですので、解説をご覧になって皆様の模型作りにお役立ていただければ嬉しいです。今回の動画は軸打ち、磁石埋め込みといった仮組みの基本作業から間違って埋めた磁石の抜き方や一発で決まる軸の合わせ方など、強度と組み立てやすさを両立した質の高い仮組みが全てわかる仮組み動画の決定版といえる内容となっています。また最後に初級から中級、上級へとステップアップするアクションプランを作り、挫折しないで続けられるアドバイスとサポートも用意していますので、最後までお付き合いをお願いします。解説に入る前に質問をいただきましたので紹介します。動画公開ありがとうございます。仮組みの時、小さいパーツや細いパーツはどうやって仮組みしていますか？接着してしまうと剥がすのが大変だし、ブルタックだとしっかりつかないのでモヤモヤしています。というご相談でしたので先に回答しますと、小さいパーツ、細いパーツは 0.5mm の真鍮線を埋め込んで保持しています。0.5mm も埋めることができない極小のパーツは仮組み時は無視しています。この後の解説にもご質問の理解が深まる内容が含まれていますので、最後までご覧いただければ嬉しいです。それでは仮組みの基本的な流れを順を追って解説します。今回の動画は仮組みの概要、仮組みに必要な材料と道具、穴開けの基本手順、パーツの歪みを直そう、一発で決まる軸打ちの仕方、ネオジム磁石を使ってみよう、一瞬で抜けるネオジム磁石の外し方、失敗しないアクリルベースの固定法、レベル別アクションプランの順で解説します。すべて見ている時間がない方は、概要欄に目次リンクがありますので、見たい部分を選んでご視聴ください。最初に仮組みの必要性や概要を解説します。仮組みとは、ガレージキット全体の把握やパーツの合わせ、歪みをチェックする大切な工程です。ガレージキットのパーツはガンプラなどと違い、ぴったり合わないのが普通ですので、どんなに簡単そうなキットでも仮組みは必須です。ガレージキットのパーツには簡単な合わせ用のダボがついているだけで、そのまま接着しても少しの振動で破損してしまうため、真鍮線やアルミ線などの金属の棒を使用して補強するのが一般的です。また、パーツ同士にネオジム磁石という強力な小型磁石を埋め込んで吸着させることで、接着剤を使わず簡単安全に組み立てることができます。マスクドモデラーでは、組み立ての際に軸打ちとネオジム磁石を使用し、接着剤はほとんど使わないようにしています。理由はいつでも簡単に組み立てられるため、全体の色味などを把握しやすい、完成後も分解が容易で梱包・配送時に破損が起こらない、接着事故によるやり直しのリスクがないの3つです。この部分の詳細は制作代行が教えるガレージキットの作り方1総合編という動画で詳しく解説しており、特に分解・梱包についての利点は今後ヤフオク出品や制作代行をやってみたいという方や全体の理解を深めたい方にはお役に立てる内容となっていますので、概要欄のリンクからぜひ動画をご覧ください。また、塗装後に穴開け作業を行うのは塗装を傷めたり、誤って貫通してしまった際にリカバリーできないなど、大変ハイリスクですので、必ず塗装前に仮組みを済ましておきましょう。次に仮組みに必要な材料と道具を紹介します。仮組みで使っている材料は主にこの5つです。左から真鍮線、ネオジム磁石、瞬間カラーパテまたはシアノン、瞬間接着剤、瞬間接着剤硬化促進剤です。真鍮線は軸打ちの要となる材料で、これがないと仮組みは始まりません。太さの種類が豊富ですが、0.5mm、1mm、1.5mm、2mm を揃えておけばほとんどのパーツに対応できます。続いてネオジム磁石です。ネオジム磁石も直径と厚みで様々な種類が販売されていますが、まずは一番汎用性が高い直径 3mm、厚さ 3mm のものと直径 3mm、厚さ 1.5mm のものを揃えておけば大丈夫です。小さなパーツは基本軸打ちで問題ないですが、必要に応じて直径 2mm や 1mm、大きなものなら 5mm 以上のものを少しずつ揃えていくと良いです。種類が増えてきたら100均のピルケースなどに保管しておくと便利です。軸や磁石を固定するための瞬間接着剤も欠かせません。瞬間カラーパテはドロッとした硬化が遅い瞬間接着剤という、よく意味がわからない商品説明がされていますが、隣の瞬間接着剤硬化促進剤という呪文のような名前の商品とのコンビネーションで力を発揮します。次に道具の解説です。左からデザインナイフ、毛書き針、
ピンバイス、金属用ニッパーと紙やすりです。毛書き針はピンバイスの下穴を打つだけですので、安全ピンや画鋲でも構いません。ピンバイスは真鍮線と磁石に対応する 0.5mm から 3mm を 0.5mm 刻みで揃えておけば万全です。金属用ニッパーはペンチやプライヤーで代用しても OK です。真鍮線を切った時のバリを処理するため、粗めの紙やすりか金属用やすりも用意しておきましょう。次に穴開けの基本手順を解説します。要は穴さえ開けばどんな方法でも構わないのですが、小さなパーツに穴を開けるときなどにずれたり破損したりすることもありますので、失敗しにくい王道的な手順を解説します。最初に針で穴を開けたい場所に正確に下穴を開けます。下穴からずれないように慎重に細めのドリルで穴を開け、だんだんと太いドリルに変えていき穴を広げます。実際はそこまでシビアに穴を開けなければいけない場所は限られていますので、慣れてきたらもっと大胆に開けても構いませんし、電動ドリルがあればもっとスピーディーになりますので、余裕があれば購入してみましょう。次にパーツの歪みの直し方です。パーツの歪みと聞くとなんだか難しそうな響きがありますが、レジンパーツは熱湯で簡単に柔らかくなりますので、手順としてはお湯につけて曲げるだけです。今回は紙のパーツが前後で合わなかったため、この隙間を修正します。熱湯にパーツを30秒から1分程度浸します。熱湯から取り出して柔らかくなったパーツ同士を押し付ければ完了です。パーツによっては熱湯に浸しただけで元の形に戻ることも多いので、よほどひどくなければ歪みを直すこと自体は難しくありません。むしろ難しいのはどこから熱湯を調達するかです。作業部屋にガスコンロがあるモデラーはまずいないと思いますので、基本台所で奥さんやお母さんに怒られながらお湯を沸かす羽目になるのですが、そんな時にあると圧倒的に便利なのが電気ケトルです。ものによりますが、ハイスピードタイプなら 400ml の水が2分程度で熱湯になり、火を使わず作業机でお湯を沸かせるので、台所で奥さんに怒られる日々もおさらばです。電子機さえ選ばなければ中古で1000円程度で購入できますので、共済家のあなたには特におすすめです。電気ケトル以外にもポットや卓上コンロを使う方法もありますので、手軽にお湯を入手する方法を探してみてください。続いて軸打ちの方法です。軸打ちはガレージキットの強度を上げるために欠かせない工程ですが、2つのパーツの穴を同じ角度で正確に開ける必要があるため、苦手とする方も多いと思います。そこで今回は一発で簡単に軸が決まる方法を紹介します。まずメス側に 1.5mm の穴を開け、1.5mm の軸を差し込みます。この時差し込んだ軸は接着しないのがポイントです。次にオス側に 2mm の穴を開け、穴に瞬間カラーパテを流し込みます。瞬着硬化剤をスプレーして合体します。カラーパテが硬化したら分割して出来上がりです。オス側に開ける穴は軸よりも 0.5 から1ミリほど大きく開けておけば、まっすぐに穴が開いていなくても瞬間カラーパテが埋めてくれますので、一発で決まるというわけです。今回の動画の見せ場の一つとなるテクニックですので、お役に立ちましたら高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。次はネオジム磁石を使ってみます。ネオジム磁石は穴を開けて埋めるだけですので特に難しくはありませんが、位置を合わせるコツや吸着力を上げる方法などがありますので詳しく解説します。磁石を埋め込むとき、パーツの面ぴったりに押し込んでしまうと、内部でパーツに空間があることが多いため磁石が密着せず、適切な磁力が得られないことが多くあります。そこで埋める前に少し磁石を穴から浮くようにしておき、パーツ同士で押し込むと磁石が密着する位置にとどまり、強い重力が得られます。実際の作業ではへこんでいる側に先に穴を開けて、相方のパーツで磁石を押し込み、後からへこみのない方のパーツに穴を開け、磁石を埋めるとスムーズです。磁石を埋め込むときは棒状に連結すると作業がしやすいです。相方のパーツの磁極を確認するのも楽になります。2つのパーツの同じ位置に穴を開けるときは鉛筆で同じ位置に印をつければ OK です。印をつけてから軸穴などに向かって線を引き、真ん中あたりを取れば大体同じ位置に来ます。磁石は軸に比べて位置が大雑把でも吸着しますので難しく考える必要はないですが、軸打ち、磁石埋めともに利用できる方法ですので覚えておくと便利です。磁石が緩くて抜けてしまう場合はごく少量瞬間接着剤をつけて固定しましょう。いざという時外せなくなりますのでつけすぎは禁物です。磁石を使った組み立てを撮影した1分程度の短い動画を別で用意してありますので、
概要欄のリンクからアクセスし、磁石の便利さ、スムーズさをご確認ください。次にネオジム磁石の外し方です。ネオジム磁石を愛用している誰もが通る道なのですが、うっかり磁極を間違えてしまったり、穴に深く入りすぎたりして、磁石を外すのに大変な苦労をした経験がある方は多いと思います。今回はそんな困った事態を一瞬で解決できる方法を紹介します。まず磁石を埋めたパーツを熱湯に30秒から1分程度浸します。熱湯から取り出して他の磁石で吸着すると一瞬で抜けます。それだけと思われるかもしれませんが、これだけです。少しくらい瞬着で固めてあってもお湯に少し長くつけておけば問題なく抜けます。理屈としては、おそらくレジンが熱で柔らかくなり締め付けが緩むのと、瞬間接着剤が水や熱に弱いからだと思います。瞬間接着剤で指がくっついてお湯で剥がした経験がある方は多いと思いますが、間違えて接着したパーツを外す際にも役立つ知識ですので覚えておくと便利です。抜けにくい場合は磁石の隣に 1,2 箇所小さな穴を開けてから熱湯に浸すと、お湯が磁石の周りに行き渡り外しやすくなりますのでお試しください。次はアクリルベースへの固定法です。フィギュアを飾る台座には主に木製とアクリル製がありますが、フィギュアの系統を選ばず無難にまとまり、軸の位置を合わせやすいと思いますので、今回はアクリルベースの固定法を解説します。最初にフィギュアとベースの位置を合わせます。次に裏から覗いて足の裏の固定しやすそうな場所を狙ってベースにペンで印をつけます。印をつけたら表に返してドリルで穴を開けます。手で開けるのは結構しんどいので、電動ドリルがあればそちらを使いましょう。足の裏にも穴を開け、ベースの穴に真鍮線を接着して差し込みます。自立しましたが、まだ片足にしか軸がありませんので、もう片方の足にも軸を打っていきます。再び裏返し、反対の足の固定しやすい場所を選んで、ベースに印をつけます。印をつけたら一旦フィギュアを外し、裏側から表まで穴を貫通させます。穴を開けたらもう一度ベースにフィギュアを取り付け、貫通した穴からドリルを通して足の裏にドリルで印をつけます。足の裏に印がついたら一旦フィギュアを外して足の穴を深く掘っていきます。左右の足ぴったりに穴が開いたら軸を接着して完成です。他の方法としては両足の穴までの長さを測り、ベースに同じ距離で穴を開ける方法もあり、こちらは木製ベースで一般的に使われる方法ですので、試してみてやりやすい方を選択してください。今回紹介した方法は、貫通した穴から 0.1mm のズレもない完璧な位置出しが簡単にできますので、ベース穴を合わせるのが苦手な方にはおすすめの方法です。最後にベースではありませんが、貫通させるという考え方を利用すると、軸や磁石の位置が出しにくい時もぴったりと合わせることができ大変便利です。今回は刀を固定する際、刀の上から貫通して本体に穴を開けています。塗装前ならパテで穴を埋めれば良いので問題はなく、使える場面が多いので役立つと思います。解説は以上となりますが、ここまでご覧になって、やり方は分かったけどいろいろ覚えることが多くて難しそうだなぁと、心が折れてしまう方もいらっしゃると思いますので、これからガレージキットを始める初級者から中級・上級者へステップアップするためのアクションプログラムを提案します。また動画をご覧になって、ここをもっと教えてほしい、こういう場合はどうやってるのなど、質問がありましたらコメントしていただければ、今後動画として解説させていただきますので、ご要望やご感想をお待ちしております。レベル別アクションプランのまずは初級編です。初級の方にはまず仮組みに特別な作業や道具を必要としないガレージキットからスタートすることをお勧めします。具体的にはボークスから販売されているキャラグミンシリーズがおすすめです。キャラグミンの特徴は瞳デカールが付属している、カラーレジン製で色を塗らなくても可愛く仕上がる、パーツのダボが深いため軸打ちせず組み立てても問題ない程度の強度がある、公式サイトや中古市場からいつでも購入できるなど、これからガレージキットを始める方にはもってこいの要素が揃っています。私も初めてフィギュアを作ったのはキャラグミンで、当時は軸打ちという言葉さえ知らず作っていましたが、完成品がスピーディーに増えていくのはとても楽しく、フィギュア作りの面白さを知った原点で自信を持っておすすめできる商品です。概要欄に公式サイトのリンクを貼ってありますので、ぜひキャラグミンからフィギュアの世界を広げてみてください。もう一つはかなり大胆ですが、パーツの少ないキットであれば強度を犠牲にして接着だけで組み立てても OK です。組み立ては難しいからと手が止まってしまうくらいであれば、細かいことを考えずにとりあえず形にしてしまうというのは有効な方法です。
まずは覚えるより先に手を動かす癖をつけましょう。次は中級編です。ガレージキットに慣れてきたら少しずつ道具を揃えて軸打ち、磁石埋め込み、どちらでも好きな方から始めてください。上達方法に正解や順番はありませんので、作品を一つ作るごとに新しい技を一つ試すくらいのペースで無理なくステップアップしましょう。仮組みは手間もかかりますし地味な作業ですが、一つ一つの工程は決して難しくありませんので、経験を多く積みさえすれば今回紹介した内容はすぐにできるようになると思います。最後に初級から上級を目指す方へのアクションプランです。他の動画でお伝えしたことがありますが、ノウハウ系の動画や情報は全てがあなたにとっての正解ではありませんし、他の人ができることを全てできなければいけない理由は全くありません。仮組みや組み立てで完璧な軸が打てなければダメなどという決まりはどこにもありませんし、自分が面白いと思う部分だけにフォーカスし、気にならないならパーツの歪みや軸は放っておいても一向に構いません。まずは悩むよりも最初の1体を作り、2体目、3体目を楽しみながら続けてみてください。続けるうちに覚えなくてはいけないではなく、もっとできるようになりたいと自然に工夫をしたり、失敗から学び取ることで技術はどんどん上がっていきます。模型はこうしなければいけない、ああしなければいけないという固定概念や周りの雑音を捨てて、自分の模型作りを続けることが模型を楽しむ上級者への道だと信じています。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは模型に役立つテクニックや知ってお得な情報を配信しています。動画がお役に立ちましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。過去作品はホームページに、最新情報は Twitter にて発信していますので、概要欄のリンクからフォローしていただければ嬉しいです。今日があなたにとって素敵な模型日和でありますように。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。